光一くんはもうサイヤ人だもんね。サイヤ人みたいな髪の毛になる。ここ滑走路にしてる。なんでそのジョジョで言ったら誰が一番好き？今話してて思ったけど。ジョジョは今は、なんだっけ最新ジョジョランド？ジョジョランドは見てない。見てないか。俺も見てないな。ジョジョランドの前なんだっけ？ジョジョリオン。ジョジョリオンから見てねえな。スティールボールランまでかな。ああ、そうだよね。どこが一番好き？いや、この論争はもう自分の中でも結論つかないね。まあね。まあ、2位から、あれだよな。強いて言うなら、5部。5部かな。シティ派じゃん。シティ派なんだよね。一周回ってね。5部好きはシティ派だよね。まだね、ちょっとまあ、年派もいかないときは、4部が一番だって。そうだよね。4部ね、いいんだけど、もうやっぱ5部がね、かっこいいんだよな。なんか、雰囲気がかっこいいし、スタンドもなんか魅力的なキャラが多い気が。いや、4部かな。もう今の一瞬で変わっちゃったね。何が好きなの？いや、そんぐらい迷うってことだよね。迷うね。4部、じゃあちょっと話そうか。4部ね。4部は何が良かったの？やっぱしげちかな。やっぱ自分の姿に重ねちゃって、やっぱいやー、しげちね。夢があるスタンドだね。夢がある。夢がある。なんか便利だからね。便利。宝くじ探してさ、ゴミ箱からなんか、そうだね。だからポイントみたいなの集めたり。サンジェルマンね。サンジェルマンの自分のスタンドをなんか、戦車の足みたいなとこ、なんかスクスクって寝ながら歩いたりね。しげちね。いやけど、まあ正直言うと、あれかな、光一くんの成長。まあそうだよね。あれがかっこいいよね。多分4部の裏主人公光一くんだもんね。そうだね。完全にそうだね。光一くんの成長。光一くんの成長。エコーズがかっこいい。なんかスタンド自体のさ、強さで言ったらなんか、そんなにいいじゃない。なんか音を貼り付ける。最初はね。最初音を貼り付ける。で、アクト2が音を具現化する。具現化する。その爆発の音とかになったらこう実際に爆発する。で、アクト3で急に変わるよね。急に変わるよね。重力。で、なんか工夫っていうかなんかね、愛嬌があるというか。なんだろう、やっぱみんな、光一くんが一番さ、一般人っぽいから、やっぱ姿重ねちゃうというか、ね、もし俺たちもこの世界入ったら、こんな風にやりたいな、みたいな。光一くんね。光一くん。光一くんはもうサイヤ人だもんね。サイヤ人みたいな髪の毛になるから。急にね。急に髪の毛もなんか、ブワーってなってね。血入ってるから。血入ってる。両親普通だったけどね。そうだよね。それで、山岸由香子さん。由香子さんはだから先見の明があったってことだよね。そうだね。いい男を見抜く。一番好きだね。4部は、めっちゃもうキラ。キラ吉影。吉影かな。ただ平穏に行きたいだけのところ。静かに暮らしたいからな。そうだね。キラ吉影はやっぱなんだろうな、少年漫画、なんか今まで読んできた少年漫画の中では結構異質なボスじゃん。そうだね。普通の少年漫画のボスってさ、世界征服とか、なんか人を掌握したいみたいな感じだけど、キラ仕掛けはただ静かに暮らしたい。そうだね。手首。ね。手首。怖いよね。なんかそれがリアルな感じで怖いのかもね。なんかその自分たちのさ、まあなんか4部自体が街の中で起きてることじゃん。森王朝。なんか自分の街に置き換えちゃうっていうか、なんかこう、ひそっとこういうやばいやつがいるんじゃないかっていう、なんか身近な感じとかもなんかリアルがさで怖いのかな。それリアルだよね。リアル。私なんかワクワクするね。なんか路地裏とかなんか行ったら変なやついたりとかさ。あんのかなみたいな。後ろ振り向いちゃいけないとかね。なんかね、自分もなんか嫌で打ち抜かれてるなみたいな時あるよね。そうだよね。一か八かで。そうそうそう。でも4部のいいところは、そのめっちゃ平和な回がある時、そのトニオとかあったね。レストラン、イタリア料理を食べる。あの回好きなんだよな。ま
まあなんか、あれこそなんかワクワクするよね、あのスタンド。あうれぶっちゃん。うけん。一番現実的に欲しいじゃん。そうだね。トニオさんのうん。パールジャム。ね、パールジャムだっけ。うん。まあなんかバトル以外でスタンド使われてるのあんまりね、なんか見ない気もするもん。そうだね。自炊自炊自炊できるじゃん。時に上手くなっちゃう、なんでもね。で、健康的に良くなるじゃん、うんあれって。肩がめっちゃ軽くなる。そうそうそう。ね、赤がいっぱいで。そうそう。奥安ね。夜も奥安も好きだわ。奥安は、ね、宝の持ち腐れだよね。なんかうまくできてるよな。空間削るっていう。いや、ね、空間削るなんて、結構ラスボス級の能力じゃんね。結構なんか4部のキャラがどんどんちっちゃくなってくの面白いね。ちっちゃくなった。光一くんと、あいつなんだっけ、錠前のやつ違う。錠前のやつも錠前のやつもそうだし、人形のやつもサーフェス、なんだっけ。狭間田くんかな。あ、いた。もうなんか小さくなってくる。ちっちゃくなったね。二頭身になる最終的に。いたね、サーフェス。サーフェス。いや、まだまだ思い出すといっぱいいるな。そう、狭間田と広瀬光一で、あれだよ。岸辺露伴の家に行くよ。岸辺露伴。やっぱ4部魅力的なキャラ。そうだね。多いね。露伴ね。岸辺露伴も、あれいいよな。岸辺露伴ちゃんね。露伴ちゃんっていう人いいんだ。あれ、鈴本玲美。鈴本玲美か。露伴ちゃんは、あれ、髪型どうしてるんだろうな。まあ、ジョジョあるあるだけど、髪型ね。なんか、ジョータロとか結局帽子と繋がってたの。そうだよね。あれ繋がってんだよね、いつも。露伴ちゃんとかあれ、寿司のさ、あれバランじゃん。バラン日本人だね。めちゃくちゃ日本人じゃん。あれつけてんの。でかくないじゃん。そうだよね。丈介も、まあ、サザエさんだしね。4部は面白いね。4部は面白いね。今パッて思い出すだけでもいろいろあるもんな。ハイウェイスター。ハイウェイスターね。なんか言ったらさ、荒木先生の絵がさ、なんだろう。結構もう部ごとで変わってきてるじゃん。一部の時はなんか濃い絵というか、線が太い絵で。で、なんか5部ぐらいからまた細くなるっていうか、なんか、すっきりね。そう、芸術チックな絵。なんか3部4部ってすごい漫画らしい絵だけど、なんかああいう、なんて言ったの、描写っていうか、綺麗だよね。やっぱ構図とかすごい綺麗で。そうだね。やっぱだが断るのさ、コマここだけ岸辺露伴とか有名ですね。そうだね。4部はいいけど、5部か。5部ね。5部は俺も好きなんだけど、ちょっと許せないポイントは、やっぱラスボス戦だよね。ディアボロの最後がゴールドエクスペリエンスレクイエムで一発流れただけでいや無限地獄みたいな。やっぱそうだね、納得。まあなんかね、そう哲学的な終わり方になっちゃうっていう、なんか、今日スタートでさ、光一くん出てくるの覚えてる？あと最後ポルナレフも出てくる。そうだね。ワクワク感えぐいね。ポルナレフは嬉しかったね。嬉しかったね。なんかね、スタンドが強い気がする。なんか、そうだね。なんかね、なんで5部が好きなんだろう。5部は、なんか空気感も結構スタイリッシュで。そうだね。ギャングスターになる。ギャングスターになる。服引っ張ってるね。服引っ張ってる。チョココロネがね。チョココロネが服引っ張ってる。ナランチャとかね。エアロスミスかっこいい。ここ滑走路にしてる。ブーって。そんな発想ないよな。ここ滑走路に満たした人間。腕毛ないと思う。腕毛ナランチャは。腕毛あったら絡まってるからね。そうだね。で、パープルヘイズとかね。パープル強すぎて退場させるとかね。フーゴ。なんだろうね。なんか好きだったんだよな。スタンドがいいかもな。5部は。そうかも、スタンドがいいかも。デザインもかっこいいね。
やっぱ5部で俺が好きなのはやっぱ暗殺チームだね。暗殺チームね。いや暗殺チームメタリカとかかっこいいね。メタリカ。名前なんだっけあいつ。先にスタンド出ちゃうとあるあるだけど。スタンドありけどな。やっぱ俺はプロシュート。プロシュート兄。プロシュートよ。かっこいい。かっこいいね。もう殺すって言った時も完了してないよね、行動はね。あと実行するだけだ。そのなんか考え方は俺は結構受け継いでるよ。受け継いでる。いや兄貴から。プロシュート兄貴から。いい考え方じゃん。まあそうなんか衝動を早くするって。そうプロシュートの弟と同じような弟が受け継いでるからね。一瞬だけど。なんだっけな、マンモーニね。マンモーニママっ子ね。ビーチボーイズのやつね。すげえスタンドだ。強いんだけどね、ブチャラティに覚悟で負けた。覚悟の差で負けた。俺はできてる。こう話していけば話していくほどやっぱこの分も面白いってなるね。そうだね。5部ね。あとクラフトワーク覚えてる？いやスタンド名覚えてる。物体をさ空中に止めておくけるやつ。そんなあったっけ？でこうトン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 ってやるとで解除するとこうクラフトワークとかめっちゃ強いしな。あったね。オンザデスクトップ。オンザデスクトップ。適当に言ってるでしょ。今俺デスクトップ広くする。やっぱアイコンの置き場困った時にね、オンザデスクトップ。デスクトップを広くする小さいやつ。惹かれ合っちゃったら困るよな、他のパス。圧倒的に弱いけど。合わす顔ないだろ、ない。だけどスタンドばっかけど2部のスタンドないけどさ。そうだね。あれは面白いよね。2部はね。よく思いついたよね。あそこから3部でスタンドっていう概念。ユーハモン。そうだね。2部やっぱいいよな。いい。やっぱジョセフの魅力。そう、あとあれだよ。なんだっけ相方テッペリン？シーザー。そうシーザー。テッペリンは違ったわ。お父さんの方。シーザーテッペリン。そうシーザー。かっこよかった。そうだね。最初は険悪なんだけど。シーザーがね殺されて。なんか戦術じゃないけどなんか各々のキャラの濃さがよかった。そんなにバンバンさ新キャラ出ないじゃんね2部って。2部ってそんなにないよね。けどなんか一人一人が濃かったな。そうだね。風のそうワムね。ACDC カーズめっちゃ泣くな。めっちゃACDC あんまりだ。何回真似したか分からない。影入ってるやつで怒るのとかさ。カーズがね。そうだね。確か復活したてでピッて切ってすいませんって言うて切られた方が確か入っちゃってごめんなさいとか言い過ぎ。なんだろうな。3部はどう？3部ね。いやもちろん面白い。3部は多分なんかなんだろうな顔じゃんジョジョ。顔だよね。なんでなんだろうね。まあ今日なんか一番王道ストーリーな感じがするかも。徐々に仲間が増えてってみたいな。ジョジョだけに？ジョジョだけに。いやしょうもない。徐々に失礼だな。しょうもない。失礼なわけだった。多分そうだよね。ロードムービー。日本からこうエジプトまで行くっていうロードムービーと、スタンドが初めてっていうのとそのディオとの決戦。そうだね。なんかそのコメディな部分となんかシリアスな部分がなんかすごい分かれてる感じがする。なんか相手でもなんだろうな。なんかポーカーのさなんだっけ。そうだね。でなんかねいろいろなんか相手でもなんかコメディチックなキャラもいるし。ダービーね。そうなんだろうな。なんかディオにさ雇われの敵だからなんかあんまりなんか、なんだろうなあんまり忠誠心ないやつとかもいっぱいいて。そうだね。なんかあそこが面白かったんだよな。抜け作ね。顔がさなんで顔を後ろに作れる能力、スタンド。いやそんなスタンドさっきのオンザデスクトップどこいどこよ。どこよ。そう抜け作だけね多分あれだよねタロットにないよね。
あ、そうなの？ないでしょ抜け作のなんか抜け作のあったらね。こんなないでしょ。抜け作、よく思いつくわ。本当に。そうだね。3部は3部で、やっぱそうだよね。ダービーめっちゃ好きだな、俺。ダービーね。ダービーとの勝負。やっぱたまに見えるその荒木先生の哲学感というか、キャラクター通して出てくるなんかその考え方ってかっこいいなって思うしね。年取んないよね。そうだね。ずっと若いから背拍子のあれやばいな。そうだね。ダービーね。ダービーの戦い、最初お兄ちゃんじゃん。お兄ちゃんは最初は丈太郎は何のゲームで勝つんだっけ？なんだっけ？多分カードで、めちゃめちゃ弱いカードなのにすげえはったりかまして勝つんだよね。そうだっけ？最初は。で弟はあれゲームじゃん。野球ゲーム。懐かしい。オラオラですか？イエスイエスイエス。いやオチはね綺麗だよね。綺麗だね。もしかしてオラオラですか？イギーね。もうなんかさ、イギーとそのねポルナレフの関係性が、そうだね。やっぱジョジョはみんなキャラが魅力的だね。そうだね。いやイギーもなんかいいしさ。イギーいいよな。イギーのさ何神だって鳥のさ氷のねそう氷のやつね。これ動物 VS 動物のスタースカイっていう。あそこいいよな。あそこもいい。バニラアイスのところもな。怖いよ。だってこう円でさ徐々に来るんだぜ。奥安ができなかったことね。そう空間削り取って。そうなんだよね。バニラアイスは奥安の上位互換だけど。だもんな。まあ見えないから、空間入ってると前が見えないから。そうだよね。3部ね。ディオはね。ディオとの戦いもね。そうだね。面白かったね。ロードローラー。いや、なんか今でさえさ、なんか時をどうする系の能力。なんかいろんな漫画出てくるじゃん。時を戻す。なんか走りがジョジョだって言わない？なんか時止めるとか。そうなんかな。そう。なんか、当時はなんかもう、すごい力だ。止めるって、ね。いや、あそこで丈太郎もっていうのがなんか熱いよね。だって血が感じるというかさ、忘れちゃってるけど、あれ血は関係ないか。やっぱあれだよ。ジョナサン。ディオの体はジョナサンの体。ああ、そっか。そうよく馴染む。よく馴染んでるからね。そう。だからなんかそういうのもあるし。そうだね。時だよね。丈太郎のずっとクールな感じね。てめえは俺を怒らせた。だって、あれかっこいいよね。ずっと学生服着てる。丈太郎、まあね、結構俺は丈太郎はクールすぎて、まあ好きだけど、一番じゃないけど、やっぱジョセフとかジョースケとか、そっちの親しみやすい方が好きだけど。ジョースケはジョセフのあれだっけ？孫？子供だね。子供か。そう。なんかさ、似てるよね。やっぱなんかちょっとおとぼけ感というか。血をね、ついてるよね。ジョジョで言ったら誰が一番好きなの？いや、俺も今話してて思ったけど。ジョナサン、ジョセフ、丈太郎、ジョースケ、ジョルノ。ジョセフ。まあそうだよな。いや、かっこいいもん。かっこいいよね。ああいう人になりたいよね。ああいう人になりたいね。なんか、またやらせていただきましたみたいな。かっこいいね。できましたって。逃げるんだよ。まあ、現実世界だとね、ちょっとやれないけど。いや、なんか、ひょうきんだけど、真面目な感じね。いや、かっこいいよね。ジョセフは一番目指すべきかもしんない。ね、ジョジョの中で言ったらもそうだよね。他だとちょっとみんな癖が強いから。癖強いよな。だってね、丈太郎なんてさ、普通にレストラン入って、まずかったらお金払わないんだよ。あったそんなめちゃくちゃ。3部の最初の紹介で、いわゆる俺は札付きの不良でみたいな。
もし飯がまずかったらおうん。金払わないしみたいな不紹良だ介があったね。気がするよ。最初の丈太郎結構やばかったの。うん。刑務所に自分から入ってたの。そうだね。思春期真っ盛りだからね。まあけど本物だったからね。まあね。本物だからね。丈太郎。近くで銃弾撃って止めんだもんな。すごいよな。ジョナサンはまあ最初だけど。ジョナサンはね、ちょっと神話感が強いよな。まあなんか、ザ主人公というか、本当に、あれだね、なんか、なんかその2部以降ってなんか主人公の要素プラスなんかいろいろさ、クールだとか、なんか茶目っ気あるだとか、あるけど、ジョナサンがもう完全に正義の男っていうか、そうなんだよね。それがちょっとね、結構遠い存在すぎて、ジョナサンは現実感があんまないから。正義すぎ。正義すぎるね。ただなんかそれがやっぱいいね、一部だって。もう最初だから、ね、最初でよかったね。原点にして頂点かもしれない。話も面白いしさ。そうだね。ジョリーンはジョリーンね、なんかちょっとね、ストーンオーシャン。あんまり見てない。1回2回は見たけど、なんかちょっと話がね、重いかな。まあっていうかね、解決してないからね。解決してないよね、やっぱ。また最後なんか時が加速してね、加速してパラレルワールドになっちゃったから。そうなんだよね。倒してはないからな、プッチシンプル。そうなんだよ。なんか、ちょっと難しかった。難しいよね。難しい話が。アニメめっちゃ良かったけどね。あ、もうアニメやってるんだ。アニメやってたよ。アニメやってて、アニメはすげえ良かったよ。そうそうそう。やっぱね、アニメになると伝わるっていうもの結構あるからね。わかりやすかった。6部なんか漫画読んでさ、これどうなってんのみたいなめっちゃあったのよ。ちょっとね、荒木さんの表現力に理解がまだ追いつけない時ってあるもんね。そうそうそう。ジャンピンジャックフラッシュとか、ジャンピンジャック。なんか、これどうなってんのみたいな、なったけど、アニメだとなんか理解できて、6部良かったよ。そういうことね。そうそうそう。7部楽しみね。アニメね。スティールボールラン。そうだね。見たいね、アニメで。ね、レースだもんね。その感じも面白いかもしれない。そうそうそう。なんか珍しいね。なんか悪役がいるっていうスタートじゃなくて、なんかレースだっていう話であれだから。そうだよね。意外と長いよね。他の部と比べても。長いかも。言われてみたら。だよね。アニメ楽しみだね。楽しみ。はい、今回はジョジョの奇妙な冒険について話しました。話してる時にハイウェイスターとかジョルノとかリゾットとかの時に私が自然とジョジョ立ち立ってないですけどポージングだけしてて自然とやってしまいましたね。それだけ魅力的で印象的なジョジョのポージングっていうことですよね。ぜひ皆さんの好きなスタンドとかキャラについてもコメント欄で教えてください。しげちもっと見たかったよっていう人はぜひ高評価、チャンネル登録、またソーシャルメディアでの拡散もよろしくお願いいたします。では次回はワンピースについて話します。ではまた。